皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が私のね試験飛車に対して、急戦策でね、相手の方急戦策で挑んできましてね、中盤から終盤にかけて急戦策に対応することができましてね、急戦に対する対応のポイントなどを含めてね解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の方を、振り返っていきたいと思います。今回ね私が先手番で、スタートしました、7六歩、3四歩に6六歩とねつきまして、8四歩に、7八銀と、それまでこれだけではなんとも言えないんですけどね、今回はこう振り飛車をね使っていこうかなということでね、このスタートになりました。8五歩、7七角とで6二銀に6八飛車ですね、四間飛車と呼ばれる、形ですね。四間飛車に構えました。でですね、5四で1六歩と、ちょっと早い端歩ですけれども、相手のね穴熊を警戒しまして、場合によってはね藤井システムと呼ばれるね対穴熊の形に組んでいこうということですね。で1四歩に3八銀とね、こうやってしまうとね、振り飛車穴熊はね放棄してしまうんですが、その代わりね王様の囲いを後回しにしているということですね。はい。で4二玉に6七銀、3二玉に、ここでね一回4八玉と上がりました。で5二金右と上がりまして、5八金左と、で5三銀でですね4六歩ですね。ここで3九玉とね下がりますと、これでもすごい自然な手なんですけどね、3九玉2八玉とねどんどん移動させちゃう手もあるんですが、本局はねここで4六歩とつきまして、仮にですね、後手が3三角から2二玉と上がって寄ってですね、こう穴熊を目指してきた時に3六歩3七桂というふうにですね、王様の引いて上がるねこの2手の分をこう攻めに使いましてね、もちろんこれで香車とか買ってくれれば、即こう桂取ればね、これはうまくいきすぎですけど角銀両取りになりますし、仮に受けてきてもね、失礼ですけど例えば4五歩というような感じでね、こう穴熊に組ませないでね、どんどん攻める、これいわゆる藤井システムと言われる形になりますね。この2手、3六3七桂がもしねこういう2三九歩2八歩と関わってますとね、これですと、後手の方はねプレッシャーがあまりないのですので、1二香から穴熊にね、組みやすいということですよね。これは形勢の良し悪しではなくてね、穴熊に組まれる手もね別に美濃囲いが四間飛車が悪くなるよって話ではないんですが、本局はね私の方は場合によっては穴熊に対してはね許さんというね藤井システムを使おうというね4六歩でした。ただですね、ここで相手の方は7四歩とね、この7四歩はですね、状況に応じたら急戦を仕掛けてくる可能性があるわけですね。この7四歩に対しても、穴熊が怖い、穴熊をねやらせないとこうやって頑張る手もあるんですけどね、こうやってしまうともしかしたら後手からこう7五歩とね穴熊にマークをね寄せて集中させていたら、まさかの急戦で来られてね、で急戦で来られた場合には王様がこの攻められてる場所にね近いっていうのはマイナスになるわけですよね。この辺のね塩梅が非常に難しいところなんですけれども、一つのタイミングとしましてはね、四間飛車よく指されるよって振り飛車されるよって方は、7四歩と突かれたらね王様をこう移動させるとね、覚えておくと比較的ね、覚えやすいところかなと思います。で3九歩とね実際私も下がりました。そして7三桂とね、これちょっと面白い手ですよね。一つ7五歩とねついて同歩に6四銀、これね実はちょっと前のね魚津似た形もやったんですけど、こういう攻めやあとはねじっと一回6四に出て次7五歩狙うような手もあるところなんですけれども、7三桂というのはちょっとねこれ油断ならないところもありましてね、すぐできるかわからないですけど、例えば私は2八玉と上がると、状況に次第でね場合によってはこうね、6五桂とねこういう手があるんですよ。これすごい手なんですけどね、これ同歩と取ると桂馬がタダでくれて嬉しいって感じなんですけど、角を交換しまして同桂に8六歩とねこう桂馬は犠牲にしちゃうんですけれども、その分角をね交換してしまって、同歩同飛車と飛車をさばくわけですね。で飛車が例えばですね、飛車がこう慣れて香車取れちゃえば、さっきのね桂馬損は取り返せて竜ができるようなイメージになりますよね。ですので振り飛車が例えば飛車成られたくないということでね、8八歩と受ければ受ける形なんですけれども、7九角と打たれるとね実はこれ食い止めきれないんですよね。
これ次に、6八角成同金8八飛車成とねこう破られると、ちょっと傷が広がった感じのね突破を許しますし、といってね7九角の瞬間にこう反撃する手があればいいんですけど、意外とねこうなんか隙がないんですよね相手の王様。角と桂持ってるんですけどね、これでもね先にやっぱり桂馬得してるのが大きいですから、必ずしもこれで振り飛車がね、困ってしまった、ただ困ってしまったとは言い切れないんですが、ただこれちょっとねやっぱり皆様特に、アマチュアの方ですね、こうやっぱ一方的に飛車をさばかれるというのはね少し嫌なところだと思うので、この変化を一応ねあるよということをねぜひ覚えていただければと。で実際はね6九飛車と引きました。これだけでね実はね、物事解決でございます。この6五桂に関してはなぜかというと、6九飛車と引いとけば仮にこうね6五桂とね来ても角をね逃げとけばこう慌てずにねこうじっと逃げとくと意外とこうね止めて気持ちいいんですけど、これ行き先ないですから、後でゆっくりねもうゆっくりも王様囲って安全だったからゆっくり取っちゃえばいいんですね。これねゆっくり、これ以上拘束手段がないので、ですので飛車をね引いたのは角の逃げ場を作って6五桂を消したということですね。慎重な手ですよね。はい慎重な手です。で6九飛車に対して4二銀とね上がってきました。ちょっと6五桂飛べないということでね、4二銀に対して、2八玉と。で5五歩ですね。この手が5筋位取りと言われる指し方で、他の考えられる手としてはね、例えば6四歩から6五歩とねこういうバージョンもあったと思いますね。桂馬で飛んでってもね効果が薄いので歩をぶつけていくという考え方ですね。でもしこれ3一金と寄りますとね今流行りのね形になりますね。形になります。ただ金は寄らずに5五歩とね、ついてきたので、違う形とね進んでいきました。で、5五歩に対して、3六歩とつきまして、6五4銀、そして、9八香。この香車の中でもねぜひ覚えてほしい手ですね。後々生きてきます。で、6四歩とついた手に、9六とついてね、9四歩とついて、で、5九角ときましたね。ここら辺からね振り飛車が難しいですよね。なかなかね、振り飛車はこう自分からね動いていくっていうのがね難しかったりするんですよね。例えば具体的に言いますと、これ5六歩同歩同銀とねこう動いてって、例えば5五歩4五銀とかね、美濃囲いができたからこうやって例えば動いてってこういうのでうまくいけばいいんですけど、同銀と取られて同歩、これは一例なんですけどね。そうすると後手に手間が回るとねここに銀打つ手が結構嫌な手なんですよね。ここに銀打たれてで飛車をどこかに逃げるんですけどベタってなられたりすると、角がこういじめられてしまうので、なのでねなんかこう振り飛車いくらね美濃囲いが硬いよと言っても、ただただね自分の方でこう今みたいに自分の力だけでこう動いていくとうまくいかないことが多いんですよね。ですので、イメージとしてはねこう引きつけて相手を引きつけてこう相手の動きに合わせてねカウンターをするイメージです。あくまでイメージですね。今のはやっぱりこう自分からこうガリガリ良くしに行くような感じになるので、少し力をためるような手がいいということですね。で実戦は5九角とね一回引きましてね、ちょっとおとなしめな手なんですけれども、6五歩同歩同桂とね来た時の角のね当たりをとりあえず避けました。で、8四飛車とね手形を引いてきました。この飛車受けねなかなか慎重な手で、場合によっては振り飛車から7五歩同歩7九飛車とこういう手が狙いとしてあったんですね。でこれで、6五歩ですと7五飛車とさばいちゃえばいいですし、この飛車寄りに対してね何か金とか上がって受けてくれば飛車が走りまして、歩に7六飛車と引くとねこう左寄りの形になるということで、これ相手の方のね8四飛車はなかなかこう慎重な手ですよね。これ7五歩とついても同歩に7九飛車に7四飛車で何事も起こらないですからね。ですので7五歩といけないということで、ここで、4七金とね高めのにして、さらに待機ですね。で5三銀と上がりまして、じりじりとねこう戦機が熟してきつつあるところですね。で、5三銀に対して、私5六とねつきました。この手はね、大きく戦いにしようというよりは、実際同歩同銀となりまして、ここでもしね、5五歩という手でしたら銀をね下がっとくつもりでしたね。こうね一歩下がっといて、で一歩所持しましてね、でこの歩を取ると場合によってはこういう手の時にね飛車こう間接取りなんですよね。例えば一番シンプルに言いますと、6五歩同歩同銀と相手も来た時に例えば4八角と上がればね
この歩がないときっとねさっきの飛車をいじめられるわけですよね。ですので、相手の動きに対してカウンターをねしやすくするためにね5筋の歩を交換したわけですね。ただここで相手の方が許さずということでね6五歩と突いてきたことで、本局はね実際ここから本格的な戦いに突入しました。で同歩と。この同歩っていうのがねちょっと怖い手なんですよね。慣れてないとちょっと指しにくい手。なぜかというと角流れちゃうからねすごく大胆にも見えるような手なんですけれども、ここに至る手順までにね香車を上がっておいたのが先ほどちらっと言ったんですけど大事な手で6五歩同歩の時にね香車を取られちゃうとものすごく痛いんですけれども、実戦8八角成と、なってきた時にですねこれ何も取られてないので7七角という手がねこれどうですかなんとなくリズムを取って相手の力を使ってねなんていうんですか相手の力を利用したさばきっていうイメージがねお分かりいただけるかなと思うんですね。でこの時やっぱり香車を取られてますとねこういうイメージね仮想図ですけど香車取られてますとね交換になった後にやはり一本ね香車を取られてるのは痛いんですが、実戦ね7七角に同馬同桂となればねこれ馬作られても消えてしまえば香車取られてなければ駒損にならないということですね。でこの7七角に対して7八馬という手も有力だったと思います。取らずにねこれ飛車取りになってなるんですがこれ5九飛車と寄っといて、こちらの方がね結果的には良かったかなと思います相手の方もね。でこれ香車取りが残っているので、何か4四歩とかねついて受けといて、これでね振り飛車側がねさばききれるかといった感じですかね。具体的に例えば5五銀とぶつけまして同銀、同角という感じになればねこうなれば振り飛車ですかね。この桂取りで、飛車角はちょうど切れますから、一例挙げますと6三金という受けならば7三角成とバサッといって同金5三飛車成ね、これはちょっとうまくいきすぎですけど例えばこうなれば、竜ができて銀桂持ってればね、この辺の駒はほっといてさばけてると。ただ7八馬とね寄って指した方がね、結果的には良かったかなという気もします。居飛車と取ってね居飛車にとってですけどね、実戦はこの角ねぶつけに同馬と取ったんですけど同桂でね、これはちょっと振り飛車がねいわゆる軽い形になりつつありますね。次に6六角という手がね本局出てきたんですけどこの手は厳しい手なんですよね。実戦7八角と打ったんですが6八飛車とね角取りに対応しまして、こちらもあったんですけど角取りに上がることで8七角成の時に6六角がね、これは厳しい手が決まりましたね。ここで振り飛車が優勢になりましたかね。やはりこの香車を取れるというのが実戦編の時も言ったんですけど非常に大きなポイントになります。で8一飛車1一角成と香車を取りましてね、で7六馬と相手の方は馬を使ってきました。でこの次の手はねぜひ皆さん覚えてほしいですね。2六香とここにね香車を取った後にここに打つ香車っていうのが一つの形なのでねぜひ覚えていただきたいと思います。次に2三香成同玉、2一馬のような形になるとね、後手の王様非常に不安定な形にね追いやることができます。でこれをねいつでも決行できるっていうのがミソですね。この香車を後手の方から取られちゃうということはほぼほぼないので王様ここにいる限りいつでも2三香成というね強襲が効くわけですね。で2六香に対して後手はね、3一金とね受けました。これは2三香成から2一馬を防いだね、しぶとい受けの手ですね。ただ香車を打って金を揺らしたことで今度こちら側が弱くなったので6四歩と突くというね、リズムが非常にいい攻めですね。左右の揺さぶりでねこの王様の攻略を図るということです。で6四歩に対して5五歩、これ一番の勝負手ですね。他の手も難しいところですね。もう次、振り飛車番ですとね、仮に5五歩と打つような手もありますし、軽くね爽やかに4五銀とぶつけてもいいかもしれないですね。例えば同銀に6三歩成というようなね攻めがありますからね。ということで5五歩とね勝負で歩を打ったんですが同銀と取りまして、7七馬がね絶好のね手に見えるんですが5四銀と構わず、突き進みましてね、これやっぱりねその攻められる前に一生懸命貯金して作っといた高めの角が非常に硬いですよね。で飛車も銀も馬も取れるんですけど取れる駒はいっぺんには取れない1個しかなくて、実際6八馬なんですけど1一馬の方がね、王様は安全になるんですが6三歩成と破っていけばねこれも5四銀に5二ととなればこれもね先手が
優勢ですね。金銀持ってましてね、玉が硬いのでね、実戦はここで6八馬とね飛車の方を取ったんですが、6三歩成とね、破りましてね、飛車を取られて飛車桂持たれてますけど、この王様ねやはり硬いですね、非常にね。はい、で実戦は5四銀とね銀を取ったんですが、5二とと、挟み撃ちの形を作りましてね、こう馬が利いてるんでね、2二金というのは3三からこうね脱出する含みを見せたんですが、4二銀と、打ったところでね、相手の方の、投了となりました。これ最後4二銀でちょっと洒落た手でね、4二金と打てば王手で打てるんですが、これでもね悪くはないんですけど、ちょっとこう王様を上にね逃がすような感じになるので、こう銀を打てばね完全に王様が行く場所がないですね。で次はですね、3一金と打って同飛車同銀成から詰みもあるんです。ちょっとずつ詰みもありますし、何よりね、私の王様はこう飛車銀桂でねこの高美濃にね、詰めろどころか攻めすらも非常に難しいということで、この局面はね投了もやむを得ないと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。振り飛車はねこうなんていうんですかね、相手の方とのこの間合いですよね。一番のポイントはそこですね。もちろんどんどん自分からね攻めてってうまくいくっていうパターンもあるんですけれども、一番こう振り飛車を指してる醍醐味っていうのは、こう相手の方のね相手の攻めとかの力をこう利用して優勢に持っていったりね、駒をさばくっていうのが独特のね、魅力であったりね、大変難しいところではあるんですけれどもだったりするんですよね。今回ね大盤で、相手の方が攻めてくるまでにねこういう体勢を整えておいて、相手の攻めに合わせてね反撃していくというね、振り飛車ならではの指し回しをねぜひぜひ参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。他にねこういう戦型を見てみたいとかぜひ指してほしいというねご要望などもねいただければなと思っております。それではまた、さようなら。